はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新米ペガサスブラストとケルベルスフレームのブレード性能を、どのチャンネルよりも詳しく徹底検証していく。検証方法は、このチャンネルではおなじみの、ボールカスタムによる1秒あたりの弾き回数による攻撃力測定、スピンフィニッシュまでにかかった時間による持久力測定に加え、ペガサスブラストは、以前複数のアタックブレードで検証した、シルバーウルフのヘキサカスタムに対する攻撃性能測定と、コバルトドラグーンのエレベートカスタムに対する送り合い性能を、それぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。まずは各ブレードの重量について、メインブレードフレームの平均重量は 28.66g で、メインブレードの中では最も軽い重量となっている。一方、アシストブレードウィールの平均重量は 7.08g で、アシストブレードの中では圧倒的な高重量となっている。直径も大きく厚みもあるため、耐久系のカスタムにおいては必須級のパーツとされている。今回の検証でも、コバルトドラグーンエレベート戦での送り合い性能検証にはウィールカスタムを使用する。次にメインブレードブラストの平均重量は 32.76g で、2位のブレイブよりも約 1.5g 重く、最重量のメインブレードとなっている。アシストブレードアサルトの平均重量は 4.99g で、アシストブレードの中では平均的な重さとなっている。アサルトは分厚い設計のため、ブレードの基本性能測定には今までの検証と同じ条件になるよう、薄い設計のジャギーとスラッシュを使用する。では最初にケルベルスフレームのブレード性能検証から。フレームは明らかに弾きを目的としていない形状のため、綺麗な逆台形となるスラッシュとの組み合わせで検証していく。25戦やってみた結果、フレームのトータル弾き回数は48回、平均スピンタイムは 34.51 秒という結果となった。続いてはペガサスブラストのブレード性能をジャギーカスタムで徹底検証していく。25戦やってみた結果、ブラストのトータル弾き回数は72回、平均スピンタイムは 52.44 秒という結果となった。続いてはシルバーウルフのヘキサカスタムに対するブラストローラッシュの攻撃性能を徹底検証していく。25戦やってみた結果、ブラストローラッシュのトータル弾き回数は59回、平均スピンタイムは 20.05 秒という結果となった。最後はコバルトドラグーンエレベートに対する送り合い性能をウィールカスタムで徹底検証していく。ウィールは分厚く突起が少ないため、ブラストの高い持久力を活かして有利になると期待している。25
25戦やってみた結果、コバルトドラグーンのスピン勝利数は1回、ブラストビールのスピン勝利数は24回、という結果となった。それでは100戦やってみた結果をまとめていく。まず、ケルベルスフレームについては、攻撃力40、持久力 40.1、防御力 54.5 ということで、実際はスタミナタイプではなくディフェンスタイプということが判明した。正直、環境入りしているカスタムラインがなかったので、新たに環境入りするスタミナタイプを期待していたが、フレームは他のカスタムラインと大差はなく、環境入りするのは難しい性能だと感じた。今回は8機性能を測定するためにスラッシュカスタムだったが、ウィールカスタムでメインとアシストブレードの綺麗な円形状を活かしたディフェンス特化のカスタムもいいだろう。次にペガサスブラストについては、攻撃力 47.8、持久力 60.7、防御力 49.6 ということで、実際はアタックタイプではなく、スタミナ寄りのバランスタイプということが判明した。全体的なステータスのバランスは、スコーピオスピアと非常に似ており、攻撃力は平均値並みだが、体重量級の重さと高い持久力を生かして、相手の体勢を崩し、削り勝つスタイルを得意としているようだ。シルバーウルフヘキサとのバトルでは、8機性能自体はスコーピオスピアに大きく劣っているが、スピフィニッシュをしっかりと取れており、弾いて勝つというよりは、シルバーウルフ相手でも削り勝つというスタイルのようだ。しかし、ローラッシュカスタムの場合、エアロペガサスよりもスタミナが低くなってしまった。アタックタイプのフラット軸では、カスタムラインならではの高重心で崩れてしまった姿勢を戻せずに、高いスタミナを活かしきることが難しいようだ。最後に送り絵性能については、アシストブレードのウィールの部分でコバルトドラグーンと接触することが多く、吸収を防ぎつつ高い持久力で安定して勝つことができた。綺麗な円形状で分厚いウィールの防御力と、ブレイブの中堅クラスの8機性能、高いスタミナ、高重量を活かしたディフェンスカスタムは環境入りできるレベルなので、ブレイブウィールの防御性能についても今後検証していく予定だ。次回はワルキューレボルトのブレード性能を検証予定だ。ぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。